冒険家エリオットの千年物語 RTA1 時間17分40秒の解説をしていきます。どうぞよろしくお願いします。先に言っておかなければなりません。今回エンディングまでの最速クリアということでバッドエンドルートになっています。ご了承ください。まずですね、このゲームスクエアエニックスから発売された HD2D シリーズ初のアクション RPG となっています。主人公エリオットを操作して1000年にわたる4つの時代を行き来する時代跳躍がテーマの作品となっています。このエリオット自体の操作はとてもシンプルで、ジャンプ、攻撃、ガードのみとなってます。剣や爆弾などの武器を状況に応じて切り替えつつ戦っていきます。最初は剣と盾しか持っていませんが、ストーリーを進めていくとさらに要素が増えていきます。そこはその都度解説させていただきます。この RTA においてはマップ移動の最適化、そしてボスの処理、こういったところがタイム短縮の鍵となっています。今回はそのあたり中心に解説をさせていただきます。そして今回目指すエンディングなんですけど、通常クリアであればだいたい10時間ほどかかるんですが、今回それを1時間17分で駆け抜けていくということで、張り切ってやっていきましょうといったところで、すでに序盤の移動は済ませて、ここ拠点となるヒューザー王国へと来ています。さあまず最初ですね、国にあるお城に向かっていきましょう。道中ですね、ジャンプをしながら移動しているんですが、これはエレベーターの閉めるボタンを連打するあれと全く一緒です。つまり気持ちの問題ということでヒューザー城ついていきました。この物語の始まりとしては、王様から遺跡を調査してほしいと頼まれるので、そちらに向かっていくことになります。ムービーシーンはですね、飛ばせるところ全てスキップしていくんですけど、スキップボタン長押しだと反応してくれないので、ムービーが流れ始めてからスキップボタンを押していかないといけません。このタイミングの見極めといったところも大事になってきます。さあそしてこのゲームファストトラベルがあるので、それもしっかりと活用していく。この冒険の道しるべと呼ばれるセーブポイント、ここに一度訪れることによってファストトラベルできるようになっていきます。このゲームやはり戦うゲームというだけあって、道中たくさん敵が出てくるんですが、あまり戦う必要はないので完全にスルーしていきます。そしてこの移動する際のポイントなんですが、途中草むらが生い茂っている箇所があると思います。この草むらに入ってしまうと移動速度が少し低下してしまうので、これに当たらないように移動していくのも大事です。そしてこちら遺跡とは真逆なんですけど、一度冒険の道しるべを踏んでファストトラベルしておけるようにしておきます。あそこのファストトラベルは後々かなり活用していきます。さあそしてお目当ての遺跡に着いたんですが、なんと扉が開いていないということで、近くにある仕掛けを押すことによって扉が開いていきます。こんな簡単に遺跡の扉が開いてしまっていいのかといったところではあるんですが、そこはこういった仕掛けもあるんだよといった序盤のチュートリアルということで目をつぶっておきましょう。さあ早速遺跡の中攻略していきます。この遺跡の中ダンジョンとなっています。ちょっとした謎解きを解いていきながら奥まで進んでいって、最後に待ち構えるボスを倒していく、そういった流れになります。さあまず右側階段を降りていった先、最初の謎解き、チュートリアルなので簡単なんですが、この石柱を引っ張っていくことによって赤いスイッチを押した状態にすることで仕掛けが解除されます。そしてこの先注意しないといけません。敵が3体突進攻撃をしてくるので、これを回避しつつ進んでいきます。意外と判定が広いので気をつけていきましょう。さらにここショートカットを開通させてから下にある宝箱からお金を手に入れていきます。このお金、アイテムや装備を買うことができます。結構この RTA でも重要なものになってくるので回収していく必要があります。さあそしてさらに宝箱から青鍵を手に入れていきました。この鍵を使うことによって次のエリアに行けるようになっていきます。そしてここに来て初めての戦闘でした。四角ボタンを押して2回剣を振りかざすことによって倒していきます。倒さなくても進めるんですが、ギミックを解除しているところの邪魔をされてしまうので、一度倒してからギミックを解除して進んでいきました。さあそしてこの敵が出てくる部屋全員倒していかないといけません。まず開幕チャージ攻撃で2体を一掃した後、炎の敵2体を同時に切り刻んでおしまいです。最初のチャージ攻撃がポイントとなっていました。さあそして次の部屋、真ん中に大きな宝箱が見えます。これを取っていくためにまずは敵2体の攻撃をかわしていく。そして壺に囲まれたスイッチ、こちらに石柱を押し込んでいくことによってギミック解除されていきます。さあそして宝箱の中からは赤鍵が手に入ります。宝箱を開けている時も敵が襲ってきたりするんですけど、こちらダメージを受ける心配はありません。無敵状態となっています。ということで入り口まで戻ってきて、ここ奥の赤鍵を開けていきます。
そしたら一番最初のボス、体験のガーディアン戦っていきましょう。さあまず前方に踏み込んでから通常攻撃を連発していきます。そしてボスが回転攻撃をしてくるタイミングに合わせてガードをしていきます。そして大きく振りかざして攻撃をしてくるので、それを背後に回り込んで後ろからザクザクと切っていって体験のガーディアン攻略完了となります。一番最初の回転攻撃、食らいながらゴリ押ししてもいいんですが、あえてガードをすることによってノックバックが少なくなるので、こちらの次の攻撃が当てやすくなります。ここが体験のガーディアンタイム短縮のポイントとなっていました。そして上から降り注いできたこの小さなかけら、魔石のかけらと呼ばれるものです。この後手に入る魔石を生成するためのアイテムとなります。全部で40個ドロップするんですが、20個もしくは25個拾っておければ OK です。さあダンジョン攻略も終了したということで、ヒューザー王国へ帰っていきます。ダンジョンから直接移動することはできないので、一度外に出てからファストトラベルをしていきます。これちょっと不便ですよね。さあそして先ほど拾った魔石のかけらを使って魔石を生成していくチュートリアルとなっていきます。この魔石は武器を強くする装飾品みたいなものなんですが、こちら悪しき風習のガチャシステムとなっています。ここでいい魔石を引けないとリセットとなります。RTA では厳しい運ゲーとなっています。ここで狙っていきたいのは攻撃力が上がる魔石です。攻防一心、攻撃力上昇、防守骨断の3つが該当します。一番の理想は攻防一心と攻撃力上昇、この2種類を引けることなんですが、完璧になるまでリセゲーすると身が削れてしまうので、このタイミングではどれか1つ引けたら許容としています。今回は攻撃力上昇の魔石を引けました。あともう一度ガチャれる機会があるので、それでさらに追加で狙っていくことになります。この解説をしている間にショップで投資の薬を買いました。これは3分間攻撃力が 20% 上昇するという消費アイテムとなっています。ダンジョンにいるボスを素早く倒すために使っていきます。とにかくこの限られた資源の中で攻撃力をいかに上げていくかといったところがですね、非常に大事になってきます。といったところで次のダンジョンやってまいりました。霧の遺跡です。こちらを攻略していきましょう。さあまず開幕左側に鍵があるので、そちらに向かっていきます。ここは矢が飛んでくるトラップ、そして落下するポイント、ここ気をつけていきましょう。さあ渡っていった先に宝箱から青鍵をゲット。ここは普通に帰っていくよりもファストトラベルして帰っていく方が早いです。早速今手に入れた鍵を使って右側、こちらの青鍵を開けていきます。そして進行方向左側なんですが、まずはこの右側の階段を降りて、こちらにある宝箱を回収していきます。この中からお金80円、いや90円ゲットしていきました。そして戻っていったところ左側進んでいきます。この鳥型の敵、攻撃速度が少し速いので気をつけていきましょう。さあ階段を登っていった先、またギミック解除の場面なんですが、こちらは無視してしまって問題ありません。そのまま先に進めていってしまいます。そしてここですね、モンスター部屋です。鳥型の敵は攻撃を2回当てないと倒すことができないので、2回攻撃を当てつつできるだけこのカタツムリのような敵をまとめて倒し上げる、そういったことができると早く抜けることができます。こちらの足場後々来るところですが、2回動かしていけば OK です。さあそして怒涛の矢が飛んできている場面なんですが、ここは食らいながらでも前に進んでいきましょう。RTA では命よりもタイムの方が大事です。ここでイベントがやってくるんですが、これもスキップしてしまいます。今回ストーリーはあまり深く解説していかないので、もしまだプレイしていない方がいたらプレイしてみてください。さあそしてここからやや複雑なマップになってきています。まずは左側、こちらの足場を動かして奥にある宝箱を取っていく。左側の足場、そして奥にある足場を少し調節してあげることによって、ここからジャンプで飛び乗って宝箱のところまで行きます。そしてこの宝箱からは赤鍵をゲット。これでボスの部屋へと行くことができます。さあ帰っていく時も先ほど作った足場を利用して最短ルートで進んでいきましょう。この後右側のはしごを登って上のマップへと戻っていきます。ここで先ほど移動させていた足場、この足場を活用していくことになりますが、ここミスってしまうとやり直しとなってしまいます。大きくタイムロスとなってしまうので気をつけていきます。意外とシビアなポイントになっています。さあそしてここを降りていくと赤鍵で開けれる場所があるので、こちらボス挑んでいきます。霧の遺跡のボス、大弓のガーディアンです。先ほど買っていた闘志の薬をここで飲んでおきましょう。これで大ダメージを与えることができます。ボスの懐に潜り込んで攻撃していくことで攻撃を回避しながらダメージを与えていきます。
そしてこの3回ステップした後に3連撃攻撃をしてくるので、それをガードしてから近づいて一気に畳みかける形で最後ラストスパートを仕掛けていきました。これで撃破完了。あっという間に終わってしまいます。そしてここでも忘れずに魔石を回収していきます。合計30個になるように回収していきました。これでガチャが6回引けます。いい魔石が手に入ることを願っていきましょう。霧の遺跡はこの奥にある宝箱を回収したらクリアとなります。また先ほどの王国へと戻っていきます。ちなみに今回は PC 版、Steam 版でプレイしているんですが、このマップ移動のカーソル操作の時だけマウスを使って移動しています。コントローラーの移動だとこのカーソル移動がかなり遅くなってしまっているので、ここもわずかながら短縮要素となっています。お城に行くときは王国の北側からファストトラベルしていくと早く移動することができます。お店に行きたい場合は西側から移動していくと早いです。買い物のタイミングによっては西側に移動していくといったこともこの RTA 中考慮に入れているところとなります。そちらもご注目いただけたらと思います。ということで王様に一度報告して、ここからサブイベントを2つこなしていかないといけません。まずは階段を下っていってエリオットの親友であるユイジーヌに話しかけていきます。これでサブクエスト1つ受注していきました。もう1つですね、受注していきます。ストーリーを進めていくために2つイベントをこなさないといけないので、もう1つ受ける必要があるというわけです。もう1つどこで受けるのかというと、お城を出てからマップ右下に向かっていきます。相変わらずぴょんぴょん跳ねながら移動しているんですが、改めてこれは全く意味がありません。コントローラーの寿命を削っているだけなので、できたらやめましょう。後半はですね、移動方法が変わってくるので、こんなことをやってる暇はなくなります。そこもまたお楽しみにということで、目的地着きました。レイカのサブクエストを受けて、またヒューザー王国の西側に移動していきます。ここから先2つのサブクエストを一気に片付けていきます。まずはレイカのサブクエストからなんですが、敵を10体倒さないといけません。この王国の近くにいる敵を10体倒せればクリアとなります。先ほど霧の遺跡で飲んだ闘士の薬のおかげで攻撃力が上がっているということで、この辺りにいる敵は全て一撃で倒すことができるようになっています。このゲームの敵の配置パターンは決まっているんですけど、細かい配置は毎回ランダムに変わっていきます。この辺りうまくガコンと適用させていきましょう。さあ残り1匹倒したタイミングですぐさまファストトラベルしていきます。一番最初の遺跡に行った時にできたファストトラベル先、こちらに移動していきます。こちらを南側に進んでいってユイジーヌのサブイベントをこなしていきましょう。炎の形をした敵を倒して炎の石というアイテムを3つ手に入れられたらクリアとなります。炎の敵1匹につき1つ必ずドロップするようになっているので、道なりに進んでいきながら1匹ずつ倒していけば問題ありません。そしてついでにですね、この近くにある宝箱回収していきましょう。こちらにお金が55円も入っているので、これ回収していきます。さあこの回収が終わったらまた先ほど同様ヒューザー王国へ戻っていきます。このタイミングでですね、また買い物、そして魔石のガチャをしておきましょう。さあまず買い物ですね。闘士の薬を補充していきます。闘士の薬以外では回復アイテムなどもあるんですけど、ここは RTA ということで闘士の薬だけを買っていきます。さあそしてみんなが大好きガチャタイムとなります。さあここでいい魔石を引いていかないといけません。さあまず1回目星2の攻撃力上昇の魔石を引きました。そして2回目のガチャで防守骨断の魔石を引くことができました。これはなかなか素晴らしい結果となりました。というかこの結果になるまでリセットした結果がこの記録となっています。先ほどのガチャで出た攻撃力上昇の魔石星2のものだったんですが、これはシンプルにグレードが上がっています。星1の場合は攻撃力が2上昇だったんですが、星2の場合は攻撃力が3上昇するものとなっています。確率的には超低確率で星5の魔石までは出るはずなんですが、実際一発というかこの RTA をしていく中で出たことは1回もありません。多分それが出てしまったらもう緊張で震えてまともにプレイできないことでしょう。先ほどレイカにサブクエストの報告をしていきました。そして次ユイジーヌに同じように報告していきます。この2人からですね、それぞれ槍と弓、新しい武器をもらうことができます。
今回は初期装備である剣をメインとして使っているんですが、もしかしたらこの今もらった槍、そして弓を使った方が早いといったこともあるかもしれません。その余地は十分に残されています。さあ、そして2つイベントをこなすと、このヒューリア姫のお部屋にお呼ばれしてしまいます。ただこの楽しい時間は一瞬で過ぎてしまいます。王様に呼ばれてしまうので、そちらに話を聞いていきましょう。そしてですね、こっからこのゲームの醍醐味でもある過去に遡って時代を移動していくといったことができるようになります。一番最初に入った未知の遺跡なんですが、扉の遺跡と呼ばれる場所であり、そこの奥の扉に入ることでなんと過去の時代に行くことができるようになります。今いるところは過去の時代と呼ばれている時代です。ここから過去へ、そしてさらに過去へといったことを繰り返していき、ストーリーが進行していきます。この時代を遡っていくたんびに新しい展開を迎え、謎が1枚ずつめくれていくような感じになっています。これがですね、終盤になってくると時代を超えた怒涛の伏線回収といったものが続いていって、これがこのゲームの非常に面白いポイントとなっています。ただちょっと問題もあって、フィールドマップだったりダンジョンだったり、それぞれの時代ほぼ同じような形になってしまっているんですね。時代によってちょっと様変わりしていて面白みがあるといえばあるんですが、ベースが同じというのもあって、同じ道を何度も通るようなことにもなってしまっているという見方もできてしまいます。これがですね、 RTA だとチャートを覚える段階でどの時代のどこを進んでいるのかわからなくなることがあり、少し苦戦したところでもあります。さあ、そしてですね、時の扉を抜けて新しい時代へとやってきました。過去の時代で王国があったところに来ています。この時代ではリトルホープの村となっています。まずですね、こちらイベントを進行させていくために酒場に入っていきます。3人話しかけていきます。会話をスキップするときは×ボタンと丸ボタン交互に連打する形で早くテキストを飛ばすことができます。そしてここでプチショートカットします。この足場から頑張ってジャンプをしていくことによって、なんとこの段差を越えることができます。本来ぐるっと回っていかないといけないところをスキップすることができました。さあ、そしてここがですね、新しい時代、再建の時代ということがここで判明します。再建の時代頑張って攻略していきましょう。まずは北の方に向かっていけということなので向かっていきます。ちなみに右側に出ていますサブイベントたくさんあるんですが、次元イベントが多いので全部回収したい場合はつどつどやっていかないといけません。いつか 100% 達成 RTA とかもチャレンジしてみたいなと思います。さあ、そしてここ北に向かわないといけないところなんですが、なんと岩で塞がれてしまっているということで、こちらをなんとかしていかないといけません。ということで村の道具屋へ向かっていきます。ここでですね、なんと新しい武器を手に入れることができます。ストーリー進行にも必須のアイテムでもあり、さらに RTA でも大活躍する武器となっています。さあ、道具屋に着きました。店主とお話をして、ここで新しい武器、爆弾を手に入れることができます。これがですね、非常に強力な武器となっています。ここから店主のお願いで、爆弾の威力を確かめてくれといったところになるので、2体敵を倒していきます。どこでもいいので爆弾を使って敵2体を撃破していけば OK です。爆弾を出してから起爆するまでに結構時間がかかるので、そのタイミングをしっかり見定めて投げていく必要があります。扱い方が結構難しいところでもあり、さらに10発しか持てない有限の武器でもあるんですが、攻撃力が非常に高い上に遠くにいる敵も攻撃することができます。もちろんその場に設置することもできるので、使い方、戦略の幅、これで大きく広がっていきます。しかもこの爆弾を使うことによって先ほど道を塞いでいたあの大岩、なんと破壊することができてしまいます。起爆に時間がかかるので、ある程度手前から爆弾を出して投げていきましょう。敵に攻撃されてしまうと爆弾をその場に落としてしまうので、敵の攻撃が当たらない場所かつなるべく手前側で爆弾を出せると早めに岩を壊すことができます。さあ、これで爆弾も手に入れて先へ進むことができるようになりました。この森のエリア少し見にくいんですが、奥の方に宝箱110円が落ちているので、こちらを回収していきました。この先消費した爆弾をお店で買うことができるようになっています。一発10円で売っているので、
この爆弾を買うためにもお金を貯めていく必要があります。この世の中もお金で回っているということになっています。お金が全てではないんですが、何をするにもお金がいる、そんな世の中であります。ということで景色は打って変わって雪原地帯となっています。ここ自体にはあまり用はないので、この先に進んでいきます。ここから北の洞窟を抜けてまたぐるーっと回って、さらにその先に用事があります。敵の数、そして敵の攻撃もかなり厄介になってきているところなんですが、うまくかわしていきましょう。さあ、そして北の洞窟へやってまいりました。ここ気をつけないといけない敵がいます。オレンジ色の狼の敵がいるんですが、こいつがブーメランを投げてきます。このブーメランうまくジャンプでかわせるといいんですが、なかなかタイミングが難しいです。一発被弾してしまいました。そこまでタイム的には影響がないので問題はありません。そしてこのタイミングでボスやってきます。北の洞窟のボス、表層のウルブですかね。読み方が合っているのかは分かりませんが、ここも開幕投資の薬を飲んで攻撃力を上げていきます。引っかき攻撃は2回繰り出してくるので、どちらもガードしていきます。さあ、そしてこの潜ってきて突進してくる攻撃、この間に爆弾を置いていきましょう。これで出てきたところを爆弾でドカンと一発当ててからの剣の通常攻撃でさらに追加のダメージを与えていきます。最後は残り1発というところで少し逃げられてしまったんですが、なんとか追いかけて撃破していきました。さあ、今爆弾の威力見えたでしょうか。非常に強力なものとなっていました。これ注意しないといけないのが、爆弾はなんと自傷ダメージもあります。エリオット自身もダメージを食らってしまって、さらに大きく吹き飛ばされてしまって、逆に効率よくダメージを与えることができなくなってしまうといったことにもなりかねますので、ここは注意していきましょう。少し爆弾から距離を置いていれば OK なんですが、そこがですね、なかなか難しいポイント。さあ、そんなこんなで目的地に着きました。北の白狼、こちらを攻略していきます。ここはですね、まず右側向かいましょう。これまでと違って大きなお金がここに落ちています。なんと200円ものお金が落ちています。これはですね、非常に大きいです。さあ、そしてこの次ですね、敵との戦闘になってくるんですが、ここ爆弾をうまく活用していきたいポイント。爆弾を正面に投げて盾を構えているちっちゃいこのオメガみたいな敵を押し込んで、後ろの敵と一緒に爆弾で倒したかったんですが、わずかに距離が足りませんでした。そのまま転倒させたところを普通に攻撃していきました。これうまくいくと気持ちいいポイントだったんですが、これはなかなかうまくいかずといったところで、気を取り直していきましょう。このダンジョンは2つ上の方にあるギミックを解除することで進むことができます。今右側を解除したので、次は左側ということになっています。ここはただ進んでいくだけで OK ですが、この辺り敵に突き落とされて下に落ちてしまったら大きくタイムロスとなってしまうので、一度盾を構えていきました。うまいことリスクを回避しています。さあ、これでエレベーター起動して下の階に行くことができます。さあ、そしてこの回ですね、ぐるーっと左から回っていきます。時計回りに進んでいきます。さあ、また敵が出てくるんですが、ここも爆弾をうまく活用していきたいポイント。先ほどと同じように爆弾を設置して盾を押し込んで、爆弾が起爆している間に他の敵を倒していきました。ここはなかなかうまくいったところとなります。もっとなんかうまく使えそうな雰囲気はあるんですけど、今時点ではこれが私のベストの回答ということになっています。さあ、そしてさらに進んでいくんですが、宝箱いろいろ落ちているんですが、お金以外はあまり拾う必要がありません。というわけでそのあたりはスルー。そしてここですね、あえてダメージを受けながら大きな宝箱、ここから赤鍵を拾っていきます。さらに一発ダメージをもらって少し進んで赤鍵を開けていきました。さあ、この後ボス戦となるんですが、負けイベントとなっています。あえてここで体力を減らしたことによって、この負けイベントの進行をできる限り早くしています。というわけでカイフリード戦1回目やっていくんですが、ここはひたすらダメージを食らっていきましょう。体力が 0.5 になったらこのイベント終わるので、ひたすらダメージを受けていきます。ただ2回目の攻撃の後少し時間が空くので、自分で爆弾を使ってダメージを食らっていきました。これでほんのわずかながらタイム短縮をしたということになっています。さあ、そしてなんとですね、ここから新しい仲間が増えます。それがこの蝶々のような妖精フェイです。フェイはエリオットと一緒に冒険してくれます。勝手についてきてくれるんですが、フォーメーションの指示を出したり、右スティックで移動させることもできます。スクエアエニックスの作品の妖精を信じていいのかと疑ってしまう人もいるかもしれないんですが、安心してください。ちゃんと
今回は大丈夫です。ちなみにこのフェイの声、なんと12歳の方が演じているそうです。12歳にしてこの演技力、この声の適性、才能が溢れすぎて正直びっくりしました。さあ、そういった小話も置いといてですね、さあ、フェイの性能なんですが、敵に近づくと自動的に攻撃をしてくれます。ただ威力はかなり弱いのでメインの攻撃要因とはなりにくいんですが、ほんのわずかボスに追撃してダメージを与えてくれるといったところではかなり活躍してくれるものになります。少し難しいテクニックではあるんですが、雑魚的に攻撃を当てることによって動きを少しだけ止めるといった使い方もできます。あまり重要ではないんですが、そのテクニック RTA でこの先今から使っていきます。ちなみにここ敵をバンバン倒していたりするんですが、あんまり意味はありません。さあ、この南の洞窟を抜けるときに炎の敵がいるんですが、ここ敵が攻撃しようとしているタイミングでフェイの攻撃を合わせることによってそれをキャンセルさせることができます。これによってエリオットが足を止めることなく進み続けられるといったテクニックになってます。ほんの一瞬些細なことではあるんですが、使えるものはしっかりと使っていきましょう。さあ、そしてこちらの建物に入っていきます。こちら魔力の祠という建物になってます。ここでなんとフェイの新能力が解禁されていきます。まず1つ目の能力、着火の能力を手に入れました。着火を使うことによってフェイが炎をまといます。この炎を使うことによって食台に火をつけたり、そして敵にも火をつけたりすることができます。敵に火をつけることでやけど状態のようなスリップダメージを与えることができます。最後の場面、左側の敵に一発ダメージを与えてスリップダメージで倒しつつ右側の敵も倒していきました。これボスにも効かせることができるので、エリオットが攻撃しつつさらにフェイは着火の能力を使ってダメージを与えていくといったこともできます。さらにそれだけではありません。この着火の能力を使うことによってなんと投げたばかりの爆弾、これをすぐに爆発させることができます。つまりある程度爆発のタイミングを自由自在に操れるといったことになります。さあ、そしてその爆弾をうまく使って倒していくボス、このタイミングでちょうどよくやってきます。ラッティマシン戦です。このボスバリアを張っているので爆弾で剥がしていかないといけません。炎状態のフェイを待機させてそこに爆弾を当ててバリアをすぐさま壊していきました。そしてさらにフェイの炎上の能力、そしてエリオットの怒涛の攻撃を繰り広げ、ラッティマシンが猛スピードで回転しているところを仕留める形で一刀両断して撃破となります。さあ、一瞬で撃破してしまいました。この着火の能力を使うことによって爆弾の強さを最大限まで引き上げていきます。さあ、そしてラッティマシン戦終わるとですね、この後大きな宝箱からヘビーハンマーという新しい武器を手に入れることができます。このハンマー武器として使うこともできるんですが、この RTA では道を塞いでいる杭を打つためだけに使っていきます。まず1箇所こちらの下にあるので、これをチャージ攻撃で叩いていく。これで先に進むことができるようになります。ハンマーはですね、通常攻撃では敵を吹き飛ばすことができ、さらに魔石を装備するとチャージ攻撃が非常に強力になったり、ポテンシャルはかなり高い武器となっています。もしかしたら魔石次第では剣を上回ることができるかもしれません。その可能性も今後模索していきましょう。さあ、そしてここストーリーでは何が起きているのかというと、ファストトラベルするために使っていた金の鈴というアイテムがなくなってしまったので、一旦村に歩いて帰ろうといったところになります。村に帰り着くことができると金の鈴またエリオットの手に戻ってきます。この辺り先ほどの過去の時代と同じようなマップになっていることがお分かりでしょうか。雰囲気は少し違ったりはするんですが、しかも今一瞬道を間違えたような気がしますが、だいたい同じような形になっています。さあ、ということで村に帰り着いていきました。ここでですね、一度最初にいた時代、過去の時代へと戻っていきます。お城に行く必要があるんですけど、ここ一旦買い物をしたいので西側からファストトラベルしていきましょう。このタイミングで新しいアイテムを買っていかないといけません。それがこちらの道具屋さんに売っているふわりマントという秘密道具、いえアクセサリーです。これ500円となかなか高いんですけど、 RTA やるにあたってショートカットに使われたりするかなり重要なアイテムになってきます。ふわりマントを買うついでに爆弾と投資の薬を補充していきました。早速アクセサリーをつけていきます。装備とはまた別枠で一つだけつけることができます。
エリオットを強化していくと最大3つまでつけられるんですが、 RTA ではふわりマント1本で行かせていただきます。ついでに設定でフェイの能力切り替えの方法を変えています。これから先手に入れられる能力の切り替えを早くするものです。そして先ほど手に入れたふわりマント、何が起きるのかというと、ジャンプボタンを長押しすることによってエリオットが滑空します。一定時間空中に浮いた状態となっています。これを使っていくことによってできるショートカット、このゲームたくさんあります。次のダンジョンでももちろんしっかりと使っていきます。さあ、そしてここからは西側の洞窟へと向かっていきましょう。王国にいる人たちに声をかけて次の行き先を聞いていく場面なんですが、 RTA ではそれをしません。ここ食台に火を灯すことによって岩の扉が開きました。どういった仕組みなのかは全く分かりません。ということでこの先進んでいきます。この滑空を使うことによってこれから先の沼地ですね、ここでも活躍していきます。この水の中に入ってしまうと草むらと同じように減速してしまいます。できるだけ地に足をつけて、もしくは空中で浮きながら進んでいくことが求められます。さあ、そしてこの右上ですね、また魔力の祠があります。ここでフェイの新しい能力を手に入れていきます。ちなみにこのタイミングでハンマーの出番は完全に終わりました。さあ、そしてこの魔力の祠で手に入れられる能力、何かというと疾走という能力です。エリオットと一緒に高速移動することができてしまいます。これはいかにも RTA 向きの要素なのではないでしょうか。移動速度が一気に上がっていきます。だいたい3倍ぐらいでしょうか。かなりのスピードになっていて制御するのもなかなか難しくなっています。この疾走を使った状態で壁にぶつかってしまうとぶつかりモーションが出て、その上疾走が切れてしまうので、できるだけぶつからないようにしましょう。さあ、そして次のダンジョン、虹のレンゲ、合ってますか読み方。虹のレンゲ攻略していきます。ここは先ほど手に入れたふわりマントがかなり活躍していきます。これによってギミックをある程度スキップすることができてしまいます。そしてこちら敵との戦いになるんですが、人型の敵がいるかと思います。この敵は一度倒した後、さらにその残骸を倒していかないといけません。さあ、そしてここでショートカットしていくためにあえて吸い込まれてしまいます。そして吐き出されたところをふわりマントで滑空することによってここもショートカットしていきました。なんとふわりマント、こういった使い方もできてしまいます。さあ、そして右側の大きな宝箱から赤鍵を手に入れています。そしてここも大事です。あえて落ちていくことによって左側元いったところにリスポーンしていきます。これでほんのわずかにショートカット。そしてまた敵との戦闘ですね。笛を吹いているカエルが敵を強化してくるので、こちらを先に倒していきます。と言ってる間に全て倒してしまいました。さあ、もういよいよなのかは分かりませんが、すでにボス戦となります。ハンマーをセットしていたところに爆弾をセット、そして闘志の薬を飲んでボスに挑んでいきます。さあ、虹のレンゲボス大位の主、戦っていきましょう。これまでとは打って変わってかなり強力な大ボスとなっています。戦い方少し特殊です。爆弾を口に入れ込むことによって口の中で爆発させるというゲームではありがちなんですが、なんとも残酷なことをしていくことで弱点を露出させて、そこを一気に叩き込んでいきます。ここワンタンキルできたらいいのになぁと思いつつも、さすがにこの大位の主体力が高くてそこまでは至りませんでした。もしかしたら何かしら方法があるかもしれませんが、ここは2ターンキルといきましょう。さあ、波が押し寄せてくる攻撃、そして泡をプッと出してくるこの攻撃、全て避けていってからこちらのターンとなります。ただこの次がちょっと難しいです。周りに竜巻が出てくる中、口の中に爆弾を放り込んでいかないといけません。さあ、少し難しかったんですが、なんとか弱点を出させてそのまま切り裂いていくことで大位の主撃破していきました。この主が何か悪いことをしたかというと、そんなことは全くない気がするんですが、奥にある宝箱に用があるので、それの邪魔をするならもう倒していくしかありません。さあ、そしてこのハスの葉を当たった奥、宝箱中身、なんと月鏡の盾という新しい盾が手に入ります。これが一度負けてしまったボスカイフリードを倒すための鍵となってきます。ただまだこの状態ではカイフリードを倒すことはできないということで、ここから何とかしていこうといった物語が始まります。まずは一旦王国に帰っていきましょう。疾走を手に入れているので移動がかなり快適になっています。
ただこのフェイの能力使い放題というわけではなく、左下のゲージがある分だけしか使えません。このゲージですね、時間で回復させることができるんですが、フェイに指示して隠れさせておくとより回復が早くなります。この疾走を使う場所だったりタイミングだったり結構見極めていかないといけませんが、かなり難しいです。まずこの移動速度ですね、狭い道だとかなりぶつかりがちになってしまいます。なかなか制御が難しいんですが、できるだけぶつからないようにしていきましょう。そして次ですね、一旦時間を潰さないといけないということで、猫集めのサブイベントをやらないといけません。猫2匹に話しかけて集めて報告したらクリアとなります。ちなみにこちらムービー扱いなんですけど、ここだけ飛ばすことができません。この猫ですね、今回多くは語らないんですが、めちゃくちゃ声が猫っぽくないです。あんまり声を猫に寄せていないように思います。さあ、ということで2匹黒猫そして白猫を集めたところで報告していきましょう。ここからですね、世界各地に散らばっている猫を集めることができるようになります。拠点に猫がどんどん集まってきていきます。一定数集めることでアイテムがもらえたりもします。今回の RTA では猫を集めることはありません。そしてここからはですね、ヒューリアを探していきます。部屋の前にいる兵士に話しかけていないということで、地下に向かっていくとイベントが進行していきます。ここから先、再建の時代からさらに時の扉をくぐることでもっと過去の時代に行こうという作戦になります。まずは再建の時代から過去に行くための時の扉を探していかないといけません。まずは情報収集ということで再建の時代に移動していきます。このゲームですね、目的地が明確に分かりやすくなっている場面もあれば、大まかにピンが刺されていてどこに行けばストーリーが進むのか分かりにくい場面もたまにあります。結構ちゃんと街を回って人に話しかけていく必要も楽しみとしてプレイしてほしいという意図を感じるような気がしなくもないです。さあ、そしてここで買い物をしていきました。爆弾とガラス管、そして投資の薬を補充していきます。さあ、そして酒場に行くことでイベント進行していきます。東の洞窟の鍵をもらえるので、北東にあるそちらの洞窟へと向かっていきましょう。先ほどガラス管を買ったことによって投資の薬を2つ持った状態となりました。これでこの先ボスが2連続で続く場面があるんですが、そこで薬を補給しなくても良くなりました。というわけで東の洞窟、鍵を開けて攻略していきます。ただこの洞窟はかなり短い洞窟となっています。進んでいくとすぐボス戦となっています。さあ、こちらの大広間、出てくるボスは魔法使いのようなトリンの風術師となってます。さあ、開幕が爆弾チャンスです。爆弾を目の前に投げてフェイに起爆してもらう、これを2回繰り返していきます。これだけでなんと約4割のダメージを与えています。さあ、ここから動きランダムになってくるので対応していきましょう。このボステレポートして場所を移動してくるので瞬時に場所を見極めて攻撃していかないといけません。ただこの連続テレポートからの巨大竜巻攻撃はこちらの位置から遠い場所にテレポートするので、攻撃を8回繰り出した後が攻撃チャンスとなります。ほんのわずか疾走を使って近づいて画面端に追い込んだところを攻撃していきました。その場に停滞して攻撃してくれるパターンを引けたらよかったんですが、今回はあまり運が良くなかったかもしれません。もしかしたら HP が低くなるとこの行動が出やすいというのもありそうな気がします。さあ、そして洞窟を抜けた先、この近くに時の扉があるんですが、その前に魔力の祠があるのでそちらに入っていきます。また新しくフェイの能力を手に入れていきます。ここは何が手に入るかというと、ワープという能力が手に入ります。発動させることによってフェイの位置までワープをすることができます。ただこのふわりマントのおかげで結構ワープをしなくても進んでいける場面が多くなっています。しかも今回のエンディングを目指すだけであれば、このワープの能力は実は必須ではありません。ただ後半のダンジョンでこのワープを使った大幅ショートカットがあるということで、ここはワープの能力取っていきました。そして全く隠す気のない扉のスイッチを押して目の前の扉を開けていきます。このギミックは本当に意味があるのか分かりませんが、再建の時代の扉の遺跡攻略していきます。さあ、まず開幕左側ですね。ここから進んで下に降りていきましょう。このダンジョン目玉となるギミックが光の道というギミックです。
光を鏡で反射させて謎を解いていく、そういったギミックとなっています。石中に置かれた鏡は押し込んでいって光を反射させていきます。さあ、そしてここモンスター部屋です。爆弾を持って突っ込んでいきます。これで全員を巻き込むように爆発させて、鳥のモンスター2体は撃破、残す2体を剣でサクサクと攻撃していっておしまい。分かれ道ではあるんですが、まずは手前側の階段から下に降りていきます。こちらの部屋、移動する石柱プラス回転する鏡の組み合わせです。一見難しそうにも見えるかもしれませんが、もともと出ているこの光をたどって順番に攻略していけば問題なくできてしまいます。 RTA 的にはこの移動させるスピードがちょっと遅いのがもどかしくなってきています。この辺りもね、大幅ショートカットする方法が何か見つかればいいなと思っているんですが、さあ次の部屋です。敵に攻撃されると石柱を移動する動きが止まってしまうので、先に敵を倒していきます。原因はよくわかんないんですけど、エリオットではなく石柱に攻撃をされてしまっても一定時間動きが止まってしまいます。なのでどのみち先に敵を倒した方がタイムが速くなります。さあ、こちらの部屋は4つの鏡による反射の連続、これを見せて元の場所へと戻っていきます。炎が出てる場所はワープを使って移動しているんですが、ちょっと待って、疾走で移動した方が早かったかもしれません。階段を降りていった先、モンスター部屋です。ここは穴が周り開いているので気をつけましょう。フェイの炎を使って先導させて浮いている敵も倒していきました。こちら離れた場所にある鏡の向きを変えていきます。動かしている間にフェイを移動させてワープしてタイム短縮していますが、エリオットで攻撃しつつフェイを動かしつつ鏡の向きもちゃんと確認していかないといけないという場面なので、少し忙しくなっています。さあ、あたかも壊せそうな壁があるので、まずそちらに向かって光を差し込んでいって爆弾を仕込んでいきます。爆弾が爆発している間に敵を倒して石柱を動かしましょう。ここは一つだけ押し込んでいけば問題ありません。これで左側がオープンされるので、そちらに向かっていきます。さあ、扉の遺跡結構進んでいきましたが、まだ続いています。やはり過去の時代に行くことができる魔法の扉のダンジョンというだけあってかなり複雑になっています。そしてこちらの部屋、真ん中に大きな宝箱があります。この宝箱取らなくてもクリアはできるんですが、確実に取っておきましょう。中身は宵闇の剣という武器です。こちらの武器、今持っている剣より高いレベルの武器となっています。性能はほとんど一緒なんですが、攻撃力が 1.5 倍高いので確実に取っておきたい武器になります。同じ種類の武器は勝手にアップグレードされていくので、特に装備を変更したりする必要はありません。そしてここでもふわりマントが大活躍している中、小さな宝箱からお金180円を拾っていきました。そしてここですね、ミスしてしまった場面ではあるんですが、何が起きたかというと、ここ早く移動しないとギミックが解除されるピカーンという演出で移動ができなくなってしまいます。今回石柱に引っかかってしまって移動が遅れてしまったものとなります。気を取り直して次の部屋行きましょう。ここは炎がずっと吹き出ているのでワープを使って移動していきます。ワープを使わなくてもふわりマントを使ってうまいこと進んでいくこともできますが、ワープを使っていった方が安定して早いです。さあ、そして大きな宝箱から赤鍵を手に入れて、ここからもうおなじみではあるんですがボス戦の時間です。そしてここのボス、なんと2体同時戦闘となります。これまで戦ってきた大弓のガーディアン、そして体験のガーディアン、まず開幕2体とも爆弾で巻き込んでいきました。あとはボスの動きによってやり方を変えていきたいんですが、体験のガーディアンがこちらを大きく吹き飛ばしてくる回転攻撃をしてくるので、先に倒してしまった方が早いです。もうそんなこと言ってる間に2体とも撃破してしまっています。うまいこと2体同時に攻撃できたらベストなんですが、さすがにそんな都合よくはいきませんね。これで長かった扉の遺跡が攻略終わって、ついに見えてきました時の扉。これで再建の時代からさらに過去へと遡っていきます。次の時代は魔法の時代と呼ばれています。魔法の時代で先ほど手に入れていた盾に魔法の力を込め、一度敗北してしまったカイフリードを倒していこうというストーリーになっています。ここまで来てしまうと、今回のエンディングを目指すにあたってストーリー半分は過ぎたところかなと思います。さあ、まず開幕なんですが、イベント戦です。ここはフェイを隠れさせてゲージを回収しつつエリオットだけで攻撃していきました。この辺りからフェイのゲージが少し枯渇気味になってくるので、どこで回復して疾走を使っていくか難しくなってきます。
そしてここ魔法の時代の拠点となるウェイゼンという街ですね。再建の時代から過去に遡っているんですが、かなり発展した街並みになっています。一番最初ウェイゼンに入ったタイミングで買い物をしてガラス管を購入、あと爆弾と投資の薬を補充していきました。さあ、そしてここからはまず北へ向かっていきます。フェイのゲージを回復させていくため、エレベーターに乗っている時はフェイを隠れさせておきましょう。こういった狭いところでも疾走を使ってぶつかるリスクを避けつつ、フェイのゲージを回復させています。極力広いところで疾走を使っていった方がリスクが少なく進むことができます。さあ、そしてこの先何回か通ったところではあるんですが、森林地帯を抜けていきます。まずは宝箱、なんとここ240円もお金が落ちているので必ず拾っておきましょう。この辺り木が生い茂りすぎていてマップが結構見にくいですよね。雪原地帯まで続くと少しイベントが続きます。まずは右側のお家に行きましょう。ここですね。このゲームの最重要人物と言ってもいいマオという人物が登場します。いや、人物と言っていいのかは分かりませんが、ミュウ族と呼ばれる種族のキャラクターです。今回深くは話さないでおきますが、この物語の核となるキャラクターになっています。さあ、いくつかイベントを進めたその先ですね。ここでウルブ族3体との戦闘になります。手前側に移動してチャージ攻撃を一発与えていきます。そして残った1匹を処理していく形で最速撃破。おそらくこれが一番早いと思います。あと、うに点々のうはどうやって発音すればいいのでしょうか。私にはまだ分かりません。そこの正解を知りたいところではあるんですが、このイベントをもって先ほど手に入れていた盾、これが強化されて、なんとここでジャストガードが解禁されます。これまでありそうでなかったシステムになるんですが、なんとここに来て解禁。タイミングよく防御をすることによって敵の攻撃を弾くことができるようになります。そしてこの先ですね、カイフリードと再度戦っていくんですが、ジャストガードがめちゃくちゃ大事になってきます。ということで一度敗北してしまったカイフリード戦、再度挑みに再建の時代の北の白狼までワープしていきます。ダンジョン自体はすでに攻略済みなので、ただ進んでいくだけになるんですが、ここで一番最初ですね、リズキッドという死神のような敵が出てくるんですが、ありえないぐらい強いので無視していきます。ちなみに倒すことによって大量に魔石のかけらが手に入ります。さあ、というわけで北の白狼最深部までやってきました。カイフリード戦頑張って戦っていきましょう。まず開幕一発目、剣の横振りが来るので、これをジャストガードしていきます。そしてジャストガードしたらフェイの炎の攻撃、さらにはエリオットの横振り連打、怒涛の連続攻撃を決めていきます。そして弾を爆発させる攻撃があるので、その隙に爆弾を出してフェイの、炎で爆発。そして弾をピン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 出してくる攻撃の後隙を狙って攻撃。一定以上体力を減らすとカイフリード特殊モーションに入ります。この衝撃波を出した後の攻撃、これ確実にジャストガードしましょう。4回チャージして非常に強力な攻撃なんですが、ここをしっかりジャストガードすることによりカイフリードに大きな隙が生まれます。その隙に一気に攻撃を叩き込んでいきます。そしてまた一定ダメージを与えたことによって、もう一度この衝撃波からのチャージ攻撃を繰り出してくるので、あとは同じことの繰り返しをやっていきます。ここジャストガード失敗してしまうとまた攻撃パターンが変わってしまうので気をつけて、ジャストガードしっかり決めていって、最後はお腹をザクッと切り刻んで撃破していきました。今回めちゃくちゃうまくいきましたね。ジャストガードがうまく成功したことによってカイフリード最速で撃破していくことができました。前のボスで飲んでいた闘志の薬の効果が残っているので、この間に倒しきれているとベストですね。さあ、ということでこれで一件落着です。久しぶりに過去の時代の王国に帰って報告していきます。忘れてはいけません。お城に行きたいときは王国の北側からファーストトラベルをすることによってすぐにお城にたどり着くことができます。さあ、そして一見落着かと思ったんですが、まあそう簡単にはいきません。なんとここでですね、ヒューリア姫が勝ち越しの状態になってしまいます。これは何が起きてるのかわからないということで、こちらの原因を探りに行くことになります。まだですね、ここで物語は終わりではありません。ということで、ここで一度魔法の時代に戻っていろいろと話を聞いたりイベントを進めたりしていく、そういった時間になってきます。もしアイテムが少なくなってしまったりしていたら、このタイミングで買い物ができるので、ここで済ませておくといいでしょう。私はここまでかなり節約して進められることができているので、特に買い物はせずスルーしてイベントを進めていきます。
まず向かっていくのは町の北側ですね。こちらの館でお話を聞いていきます。そしてまた先ほどまで話していた研究所に戻る形になります。この辺りの移動の最適化というところが結構難しいところになります。どうしても疾走のゲージが切れてしまったり、一回ぶつかってしまうとなかなかゲージが足りないところになってきます。ただしかしですね、この先一定時間フェイの能力が使い放題になるというスポットが出てきます。これがですね、この後半戦において大事なところになっていきます。そこはまた出てき次第解説させていただきましょう。さあ、そしてこの雪原地帯マオの家に行くことによって西の洞窟の鍵を手に入れることができます。まずは西の洞窟に向かっていきましょう。ウェイゼンの西側から移動していきます。この拠点から西側ですね、何回も通る道にはなってくるんですが、魔法の時代に来てからはなんと初めてということで、周りにいる敵もほんの少しだけ強力な敵になっていたりもします。地形のベースは変わっていないので、マップは覚えやすいのかなとは思います。さあ、そしてこの先、魔力の源泉というものがあります。このもやもやした青いマーク、ここを通ることによって1分間フェイの能力が使い放題、ゲージを気にせずに使い放題となります。魔力の源泉はマップの至る所に散りばめられているんですが、これは RTA 的には疾走を使い放題という絶好のチャンスということで、この1分間ですね、無駄のないようにしっかりと進んでいきたいところになります。ということで西の洞窟にやってまいりました。敵の数もかなり多くなってきていますが、ここに来てボス戦となります。このボスが結構ですね、強いボスとなってます。エレファンの猛将頑張っていきましょう。さあ、まず開幕投資の薬を飲んで爆弾を投げていきます。ここでボスの動きを見て次の行動を決めたいんですが、爆弾にちょっと引っかかってしまいましたね。身に染み渡る爆風の恐ろしさということで、エレファンの猛将は前方への攻撃がとても強力になっていて、しかも体力を半分まで減らすと、なんとこの強力な盾を構えてきます。なのでフェイのワープを使うことによって後ろに回り込んで、背後からその分厚い皮膚に向かってザク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 と切り込んでいきましょう。一応ジャストガードも有効な手段ではあるんですが、ワープの方が敵が攻撃している隙を攻撃できるので安定して倒すことができます。さあ、あとは道なりに進んでいきましょう。このタイミングで魔力の源泉の効果が切れてしまっていますが、すぐ近くにまた魔力の源泉があるので、ここは惜しみなくがっつりとフェイの能力使っていきます。さあ、こちらの魔力の源泉に触れてから下の方に向かっていきます。手前方向に移動しているので敵にぶつかりがちになってしまうところではあるんですが、そこはもう気にしなくてもいいと思います。さあ、そして全く隠す気のないスイッチを踏んだら、ここが魔法の時代の扉の遺跡にやってきました。さあ、すでに3回目となる扉の遺跡の攻略やっていきましょう。この魔法の時代の扉の遺跡はフェイの着火の能力が大活躍していくダンジョンとなっています。さあ、まず進んでいってはしごを登った先、フェイをぐるっと回り込ませていって着火していくんですが、ここで間違えてワープしてしまいました。これはですね、めちゃくちゃ焦っています。一旦落ち着いてふわりマントを使って向こう岸まで戻っていきましょう。大したタイムロスではありません。落ち着きましょう。さあ、そして次の回、疾走での移動が結構難しいところとなっています。まず左側の階段、そして真ん中の通路、左側の階段と連続していく。さらにこの狭くて暗い道を着火の能力なしで進んでいきます。そして食台に火をつけてギミックを解除。さらにその奥にある食台に火をつけることによって別のエリアのギミックが解除されていきます。これで1段階クリアということで、まず1階にファーストトラベルして戻っていきます。さあ、これで半分のギミック解除しています。もう片方右側に向かっていきましょう。この辺りですでに魔力の源泉の効果が切れてしまっています。さあ、下の階降りていきました。敵に気をつけながら階段を登っていきます。ここダメージを食らってしまうとひるんでしまってかなりのタイムロスとなってしまいます。さあ、そして回り込ませて食台に着火したところで階段を降りて次のエリアに移動していきます。階段を降りたらすぐさま左側スイッチを押すと食台が出てくる、ついでに敵がたくさん出てくるので敵には目もくれず食台に火を灯してあげます。さあ、これで2個目のギミックを解除していきました。そしてこっからですね、1階にファストトラベルしてるんですが、間違えました。これはですね、間違えてます。
おそらく鍵を取ったと勘違いしたのでしょう。未来を見すぎてしまいました。完全に焦っているところとなりますが、鍵を手に入れないといけません。ということで先ほどのエリアから行っていなかった左側の方へと向かいます。ここでまたフェイを真ん中の方に行かせて食台に着火していきます。はしごを使ってしまうと一旦フェイが自分のところへ戻ってしまうので気をつけましょうといったところなんですが、普通にはしごを使ってしまっていました。さあそして落ちないように気をつけながら最後ここ食台に火をつけたら、先ほどまでギミックを解除して足場を出していたところに出てきます。この足場は少し分かりにくいんですけど、少し斜め上方向に移動しています。なのでここでワープして短縮していくことができそうなんですけど、ここはできません。素直に足場に乗って一番奥にある大きな宝箱から赤鍵を手に入れて、先ほど間違えて行ってしまったボスのエリアまで向かっていきます。さあこれまで扉の遺跡ガーディアンが1体2体と出てきたんですが、なんと次はですね3体同時ということで、体験のガーディアン、そして大弓のガーディアンに加え、なんと魔法の杖と書いて魔杖と読むんでしょうか、魔杖のガーディアンが加わった戦闘になります。ここは3体同時ということでいろいろと工夫して戦っていきたいところにはなるんですが、大弓のガーディアン、そして魔杖のガーディアンは距離を離して攻撃してくるので、なかなか同時攻撃といったところには至らないものとなります。爆弾を設置しておいてその隙に他のガーディアンを攻撃するといった作戦をとっているんですが、大弓のガーディアン少し HP が余ってしまっていました。何はともかくとりあえずダメージを与えていき、確実に一匹一匹を倒していく。そして前回同様体験のガーディアンから先に倒すことを心がけて安定して倒すことができました。ここあたりでですね、できれば新しいボスを出して欲しかったような気がしていますが、まあ致し方ないでしょうといったところで、これで魔法の時代の時の扉をくぐることによって次最後の時代となります。魔法の時代よりもさらに過去、ホーガの時代にやってきます。まずはいつもの通り拠点となる場所に向かっていきましょう。この辺りには魔力の源泉はないので、フェイのゲージを調整しながら進んでいきます。このホーガの時代の拠点は人寄りの里と呼ばれているところになります。過去の時代でいう王国があったところと場所は何ら変わりません。ここからヒルクという人に話しかけて冒険のヒントをもらっていきます。ちなみにこれまでボスたくさん倒してきたので、魔石のかけらがたくさん集まっているというのもあり、このタイミングで魔石ガチャを回すこともチャートとしては考えてもいいポイントとなっています。ただ最初の段階だとどの武器の魔石が出るかランダムになっているので、特定の魔石を狙っていくといったことが難しくなっています。なので今回はここで魔石を引かずに進めていたんですが、爆弾の攻撃力上昇くらいは狙っていってもよかったのかもしれません。やはり運に左右されるというところで、ここの魔石関連なかなか難しいところですね。こういった悩みができるとこもまた面白いポイントとなっています。さあそしてもう3回目になるこの森を抜けていきます。魔力の源泉がこちらにあるので、ここを通ってから一度ぶつかったことには目をつぶってもらって進んでいきます。そしてここからさらに北の方に向かっていくことになります。この先氷のダンジョンがあるんですが、結構難しいところとなっています。先ほど人寄りの里で爆弾と闘志の薬を補充していきましたが、爆弾だけは忘れることなく確実に補充していきましょう。ここでたくさん使うことになります。さあということで次のダンジョンまでやってきました。ドラゴンピラーというダンジョンです。頑張っていきましょう。ここは床が氷になっているところ、かなり滑りやすくなっています。疾走で動きながら制御していくのもなかなか難しいところ。そして遠くにあるスイッチを押すことによって仕掛けが動いていく、そういったギミックも出てきます。そして周りには強力なウルブ族、できる限りダメージを食らわないようにいっていきたいところです。こちら爆弾で破壊できる壁があるので壊していきます。フェイが着火した爆弾に巻き込まれて落ちてしまいました。本当にこのフェイという妖精は味方なのでしょうか。ちなみに私は初見プレイの時ずっと疑い続けていました。さあそんな夜話は置いといて先へと進んでいきます。この先モンスターハウスが待ち受けています。足場が滑るところでの戦闘となります。やや難しくなってきます。そして敵の攻撃でエリオットが氷漬けにされてしまいました。ここはですねフェイの着火を使ってエリオットの氷を解除していきます。さあそしてここから RTA 少しショートカットポイント。
足場に向かってわざと落ちていくことによって次の足場にリスポーンすることができてしまいます。これを使ってわざと被弾しながら進んでいきます。さあそして冒険の道しるべを一度踏んで奥にあるスイッチを爆弾で押していきます。剣では攻撃しません。少し下方向にスイッチがあるからです。敵は倒しません。かわいそうだからです。宝箱を開けていきます。赤鍵が入っているからです。最後にファストトラベルをしていきます。これで一気にボス部屋まで行くことができます。最後にここのボスは一番難しいと言っても過言ではありません。これから説明していきます。さあまずボスの準備として闘志の薬飲んでいきましょう。ドラゴンピラーのボス、破滅を呼び覚ますマナコ。なんとかっこいい名前なんでしょう。さあこのボスの倒し方なんですが、氷をまとっている間は攻撃が効きません。なので氷を破壊してあげる必要があります。爆弾を当ててあげる、もしくは目のど真ん中に氷を当ててあげることによって弱点が露出するようになっていきます。爆弾を当てていくのが手っ取り早いんですが、ここ爆弾の数が足りなくなってしまうので慎重に当てていく必要があります。ただ今回結構外してしまっていてなかなかやばい状況になっています。ボスがひるんでいるところ連続で攻撃仕掛けていきます。1回攻撃するとまた氷をまとってしまって再度この氷のバリア剥がしていかないといけません。ただ空中に浮いている間はこちら何もできないので地上に降りてきたところを攻撃していきます。さあここでできる限りですね爆弾を打ち込んでいきたいところなんですが、下から突き出てくる氷に邪魔されてしまいました。これはですねちょっと出てくる場所が悪かった、運が悪かったということになります。さあこの1ターンで倒していたかったんですがちょっと足りず復活してしまいました。1回ですね飛ばされてしまったところの影響もあり、ほんのわずかあと1発もしくは2発ぐらいでしょうか、ここ決められなかったのがかなり響いてしまいますね。さあそしてこれで爆弾の数も残り少なくなってしまったというかもうゼロになってしまったので、あとは氷を真ん中に当てていくしかありません。ただこれにもしっかりダメージ判定が乗っているようなので2発氷を当てたタイミングでなんとか撃破することができました。もう少しだけ火力が高ければ2ターンでキルすることができていたんですが少し惜しかったですね。ここはちょっと悔しい結果となってしまいました。さあそしてここでイベントを見た後ですね一旦過去の時代の王国に行きます。さあ忘れてはいけません。お城に行きたい時は王国の北側からワープをしていきます。ただこれだけストーリー上王国に行かせる機会が多いんだったらもう目の前にファストトラベルさせてほしいという気持ちは抑え込んでおきましょう。ダンジョンからそのままファストトラベルさせてほしいという気持ちも抑えておきましょう。多少の不便を楽しんでいく、そういった心も大事なんじゃないかと思います。そしてヒューザー城地下に行くとですねヒューリア姫のいる部屋がカッチコチになってしまっています。これではちょっとまずいということで何者かがヒューリア姫をカチコチにさせているということなのでそれを逆探知して犯人を見つけ出して問い詰めてやろうということになっています。逆探知に必要な魔力の針というアイテムを探していくために手がかりを探っていきます。ここですねマップ上行き先の目印というものがなくていろんな時代に行ってヒントを見つけ出していかないといけないという場面なんですが、ここですね再建の時代に行けばイベントを進めていくことができます。カロテシアという人物から不死鳥山というところに魔法の針があるという情報を得られるので西側洞窟を抜けた先にある不死鳥山に向かっていくことになります。さあということで洞窟攻略していきたいんですがその前に魔力の源泉をポチッと踏んでおきましょう。これで1分間ダッシュし続けることができます。ここから先魔力の源泉があるポイントが全くないのでここから1分完全に時間との勝負になります。できるだけぶつからないように行きながら最適なライン取りを選択していきましょう。なんか当たり前のことを解説しているような気もしますがマップを覚えて移動していくだけなので特に難しいところはありません。少し気をつけるポイントとしては象型の敵攻撃されると吹き飛んでしまうのでそこだけ気をつけていきましょう。あと少しだけこの辺りマップが見にくいのとかなり狭くなってます。この辺りの地形さえ完璧に把握しておけば大丈夫なはずです。さあ不死鳥山までは結構道のり長いんですがメラメラと燃え盛るこの魔物の抜け道ここを抜けていくことになります。マグマに落ちてしまうと落下の判定と一緒のことになってしまうので
落ちないように気をつけていきながら、今ぶつかってしまいましたが、さらに一瞬道を間違えてしまっているようにも見えますが、なんとか不死鳥山についていきました。さあ、ここでフェイのワープ、これがかなり活躍していきます。それを今からお見せします。まずこちら右側ですね。ギミックを解除しないといけない場面なんですが、ワープとふわりマント、これを組み合わせることによってなんと向こう岸にリスポーンすることができます。これでギミックを解かずとも青鍵をゲットすることができてしまい、一気に次のマップに行くことができます。結構回り道をしないといけないダンジョンではあるんですが、ここ真っ先に行くことができるようになります。そしてここもですね、同じようにフェイのワープをした後にふわりマントを使うことによってこの大きな宝箱の目の前までリスポーンしていきます。そしてこの時点で赤鍵をゲット。帰る時も同じようにワープしてふわりマントを使って向こう岸に渡っていきます。マグマに落ちて仕方なくダメージを受けてしまうので、ここの戦闘体力には気をつけていかないといけませんが、なんとかノーダメージで撃破することができました。さあ、もうすでに赤鍵手に入れてしまっているということで、あとはボス部屋へ一直線で向かっていきます。さあ、そしてこの辺りですね、マップを全く把握していなくて本当にすみません。把握していないというかド忘れをしてしまっています。さあ、そしてこの下がですね、ここが少し難しいポイント。出現した足場を渡って向こう岸まで渡っていくんですが、マグマに落ちると最初からになってしまいます。間隔がかなり空いているポイントもあるので、ここはふわりマントを使ってうまく進んでいきました。さあ、これでボス部屋に到着しました。事前に投資の薬を使っておいて攻撃力を底上げしていきます。不死鳥山のボスザラスマドラ戦っていきましょう。ここのボス最初に強力なレーザー攻撃を打ってくるので、これを岩陰に隠れたかったんですが、普通に隠れる前にダメージを食らってしまっています。さらにボスだけでなく周りにですね雑魚敵もいるということで、その雑魚敵の炎も対処していく必要があります。さあ、早くも HP 半分以上約 55% ほど削ったところで、さらに敵の数も増えて炎の弾幕を避けながらザラスマドラに攻撃しっかりいかないといけません。踏みつけ攻撃しっかりとガードしていかないと体力がすぐなくなってしまうので、ここは気をつけていきましょう。さあ、敵の数6体プラスボスといったところでラストスパートになります。ここまで来るともう簡単です。かなり強力な攻撃を打ってくるんですが、敵を1匹倒しさえしてしまえばそこに隙間ができてしまうので、その間にザラスマドラボス撃破していきました。結構あっという間ではあったんですが、かなり攻撃力が高く周りの攻撃を防がないといけないという難しさからかなり強力なボスとなっていました。ちなみに4回ぐらいここで負けてリセットして泣いた記憶があります。さあ、これでようやく逆探知の針を手に入れることができました。これでまたヒューリア姫のところに戻って逆探知をして犯人をズタズタにしていきます。そして次が最後のダンジョンとなります。ということなので、まず王国の西側に行って買い物からしていきましょう。これが最後の買い物タイミングとなっています。このタイミングだとお金が結構カツカツになっていることが多いので、爆弾は必ず10発補充していきましょう。そして余ったお金を投資の薬代として使っていきます。これで準備は整いました。あとはですね、まずイベント先に進めていきましょう。ヒューザー城にいるヒューリア姫のところで逆探知の針を使っていきます。ここのイベントで逆探知の針を使ったところ、なんと過去の時代の北の白狼、そちらに呪いの術者がいるということなので、そちらに向かっていきます。北の白狼覚えていますでしょうか。再建の時代でカイフリードと戦っていたところになるんですが、拠点の北側からぐるっと回っていかないといけません。過去の時代の北の白狼、このチャート、このエンディングを迎えるための最後のダンジョンになります。まずは北側にある洞窟を目指していくんですが、この辺りも魔力の源泉がないので、フェイのゲージをうまいこと調整しながら進んでいく必要があります。さあ、もう4回目となるこの見慣れてしまった森、一度道を間違えてしまうというお茶目な姿も見せながら進んでいきます。この雪原地帯も何度もイベントで来るので、もう見慣れてしまってはいると思うんですが、さらにその先進んでいきます。もう少し進んだところに魔力の源泉があるので、そちらを1回踏みたいところです。ウルブ族の住処となっていそうなこの辺りのエリア、ここですね。魔力の源泉踏んでから進んでいきます。
さあもう北の洞窟ももはや懐かしいですね。再建の時代で一度通った道となります。ここでなんと敵にめちゃくちゃ邪魔されてしまって動けない状態となっていたんですが、なんとか抜け出しています。さすがに同じボスは出てこないので、そのまま通り抜けてしまうことができます。そして洞窟出たすぐそこに魔力の源泉があるので、これも踏んでおきましょう。階段を登ったその先、ここが過去の時代の北の白炉、たどり着いています。フェイがですね、ここでうっすらヒントを出してくれるんですが、このまま本当に進んでいいのかといったところになるんですが、最速でクリアしていくためだったらそれも致し方がありません。ということで北の白炉を攻略していきます。さあここのモンスターベア、まず爆弾を投げて敵を3体巻き込みたかったんですが、なんか1発しか当たっていません。1体にしか当たっていませんでした。わずかに距離が足りなかったでしょうか。剣で追撃していく形で倒していきました。ここはですね、ぐるっと周りを回っていくような形で進みます。なかなか敵に邪魔されている最後の終盤、苦しいところではあるんですが、気を取り直して進んでいってエレベーターを降りていきます。ここショートカットポイントとなっています。フェイのワープを使っていくことでぐるっと回っていくところを全てショートカットしてしまって青鍵を手に入れていきます。これで一気に次のマップに進むことができます。この進んでいった先ですね、再建の時代でカイフリードと戦っていたエリアとなります。ここに穴が開いているので、さらに地下深くへと進んでいきます。そしてこの部屋ですね、4つのエリアに分かれています。なんとなく察しはつくかもしれませんが、ここに来てラスボス前のボスラッシュとなります。これまで戦ってきたボスが非常に強化された状態でこちらに向かってくるので、それを倒していかないといけません。さあまずエレファンですね。なんとか最初ジャスパが成功したんですが、ジャスパじゃないです、ジャストガードです。ワープもうまく使って避けていきつつ、前回と同じように HP50% を切ったあたりで盾を展開してくるので、背後に回りながら後ろから攻撃していきます。なかなかですね、戦闘でワープを使うといったことが少ないと思うんですが、このエレファンに対しては非常に有効な一手となっています。さあまず1匹ですね、倒していきました。ここのボスラッシュのボスは非常に HP 高くなっていて、かつ攻撃力だったり攻撃範囲といったところがすごく強化されています。細心の注意を払っていかないといけません。そしてですね、こっから大きな悲劇が起こります。トリンの風術師の強化版試験対トリン6号ということで、こちらを倒していかないといけないんですが、この次の攻撃、竜巻に対してジャストガードを狙って跳ね返していこうと思っていたんですが、ここが全くうまく決まらなくて、3連続4連続5連続とダメージを受けてしまって、なんとここで負けました。もう最悪ですこれは。ということで、またトリンに挑む前から再スタートとなってしまいます。だいたい30秒と少しほどタイムロスをしてしまった結果となりました。やられるのが早かったのでまだ良かったんですが、ちょっとうまくいかなかったですね。この先ですね、爆弾を使っていくんですが、ちょっとビビって先に爆弾を使って攻撃をしています。ある程度ゴリ押しをしていかないと早く倒せなくなってしまうので、頑張っていきたいところではあるんですが、やはりこの連続攻撃を受けてしまうと HP がゼロになってしまうというこの恐怖、その恐怖といかに戦っていけるかといったところ、この走者最後の最後ラストスパートを仕掛けていけるところでメンタル面大丈夫かといったところもこの RTA では問われているのではないでしょうか。さあ竜巻をうまく避けていきながら、最後ですね、ワープを仕掛けて懐に入り込んでダメージを与えていきます。さあこれで倒しきれるかどうかなんですが、なんとかギリギリワープをしたその瞬間、同じタイミングでなんとか倒しきることができました。一度敗北を味わってしまいました。イベント戦とはなるんですが、カイフリードに一度敗れ、そしてトリンにも一度敗れ、しかしさらに強くなったこのエリオット、そしてフェイ、まだ終わっていません。ボス3体目行っていきましょう。ここは序盤の方で戦ったラッティマシンの強化版になります。戦い方は全く一緒です。爆弾を投げてバリアを破壊してから攻撃を与えていきます。ただ体力がめちゃくちゃ高い、だいたい2倍ほどですかねになっているはずなので、一旦で倒しきることがなかなかできない状態となっています。さあ素早く高速回転しているところも隙を見てダメージを与えていきつつ HP 半分を切ったところになるんですが、ここで攻撃のパターンを変えてきて突進攻撃を3回繰り出してきます。
しっかりとガードをして疾走も使って追いかけていくんですが、バリアを張られてしまいます。ここは再度爆弾を使ってラッシーマシーンのバリアを破壊していきたいんですが、フェインの爆弾じゃないや、着火が少し届かなくなってしまって爆弾がなくなってしまったので、敵の出してくる爆弾を使ってバリアを破壊していきました。さあ最後ラストスパートをかけるようにラッティマシーンにとどめを刺していく。ちょっと苦しい戦いが続いていますが、ラストスパート頑張っていきましょう。さあこのボスラッシュ残すところ1体となっています。残り1体誰か覚えているでしょうか。最後の1体戦っている時に薬が切れそうになってしまうと思うので、このタイミングで薬を使っていきます。さあ残していたボスは競争のウルブの強化版となります。前回戦った時点ではなかったジャストガードが使えるようになっているので、引っかき攻撃の一発目にしっかりとジャストガードを合わせていく形で戦っていきましょう。これなかなか難しいんですが、1回2回と連続で攻撃してくるので、1回目失敗してしまっても2回目でジャストガードを取れるといいです。そして穴から出てきたところを狙っていく形でダメージをゴリゴリ与えていきます。さあ距離を離されていて非常に面倒くさいところではあり、さらに引っかき攻撃を繰り出しているところ、そこをうまくジャストガードを決めています。今回ですね、ウルブ戦かなり完璧にジャストガードを決めることができていました。さあそこでですね、最後潜られてしまうので、最後出てきたところをしっかりと仕留めていきましょう。最後この柵の近く、入り口の近くですね、ここで倒すことによって最後の移動を少なくしています。少しアドリブチックではあったんですが、なかなかうまくいきました。さあこれで4体のボスを倒したことによって真ん中の扉がぐっと開いていきます。さあこれでいよいよ長かった戦いにも終わりを告げる時が来ました。ラスボス戦となります。最後なだけあって非常に強力なボスとなります。呪いの術者頑張って倒していきましょう。攻撃パターンですね、これかなり多いです。引っかき攻撃などにはジャストガードもできるんですが、あんまり有効な策にはなりません。ここダメージを食らいすぎて HP がゼロにならないように慎重に倒しつつ、こちらはちゃんとしっかりとダメージを与えていかないといけません。もちろんフェイの着火の能力も使って敵を炎上させることによってスリップダメージをごくわずかながら与えていきましょう。回避することも大事ではあるんですが、攻撃範囲がかなり広いのでなるべくガードしていくことも大事になってきます。そして残り HP 半分までいくと次のフェーズに移行するので、そこまでなんとか削り切りたいところなんですが、この弾に関してはジャスパをすることによって跳ね返してダメージを与えることができます。さあこれで HP 半分になりました。さあラストスパートいきましょう。今ですね弓を装備しています。爆弾がもうなくなってしまっているので遠距離からごくわずかにダメージを与えることができます。この弓もうまく活用していきたいところなんですが、ワープも使ってさらに遠距離攻撃もされてなかなか攻撃の隙が出てきません。さあそしてこの四方八方に弾を出してくるタイミング、ここをうまくジャスパしていきながら弓でダメージを与えていきます。さあ HP 残り3割ですね。ここラストスパート畳みかけていきたいところなんですが、地面から手がうにょーっと出してくる攻撃、これがですね非常に強い。さあなんとエリオットの HP も残りわずか、しかし敵の HP も残りわずかということで最後一撃決めていきました。ここでタイマーストップとなります。なかなかギリギリの戦いになりました。なんとか最後倒れることなく倒しきることができました。記録1時間17分40秒ということで、皆さんもぜひご自身の手でプレイしてストーリーを楽しんでみてください。ということでありがとうございました。